ますよ。でもこれをもう斧でひたすら割ってあれになるって感じで。こんな感じで割って普通にカゴセッティングゾーンで入ってる。取材細いやつもできるだけ混ぜるみたいな。こんな感じで、なんとなくこの細いやつは料理する時のあっちの、薪ストーブで使ってて、これは結構プロ用って感じかな。こういう系はちょっと太い。掃除から見える？この下段に着火剤を仕込む。大体新聞、一番最初につけるのは新聞かな。段ボール。だからここでスーパーの買い物の時のさ、段ボールを使うわけよ。あと休日はこうやって昼間に仕込んだりして。もういるからちょっとしっかりめに炊きたいかな、今回は。やっぱりこのなんか鋳型っていうの、入れた効率よく入れる気持ちプラスアルファ入れてるかな。すすで黒くなった。最初は青かったよ。青かった。錆びるってことは逆にこういうのがコーティングされるから、穴開くとかはなんかないの多分。こっから空気がこう入るから、できるだけ取っといて、毎日じゃないけど定期的に。これはちょっとね、ニワトリのとこ巻いてる。
トもやるし、まあ糞とかするからさ、そういったのともちょっと相性良かったりとか。だからこれと糞となんかいろいろこう、まあ枯葉とかもよく入れてるけど、枯葉とか植物とかも混ざった状態の土は結構いいよね。畑とかに。なんかそういう目的もあって入れてる。この辺棚あったんだけども壊して、まあ一部は残してるけど、そうだね、どんどん変えてんな。あ、こんなだね。これでした最初は。すごいね。自然の一部みたいな。そうだね。売れるんだよね。普通にゴミで出すなんか買い取りしてくれるのよ、重さで。だからちょっと鉄は集めて売りに行ってるね。沖縄のこれかまぼこ。野菜とか入ってる。そうそう、野菜も入ってて、結構丸いのとか四角いのとかいろいろあるけど、沖縄の人もこういうなんか練り物よく食べるよね。大谷渡りっていう。そう、多分ね、見たらね、これかってなるよ。本当？車の脇にさ、なんかよくホテルとかにもオブジェみたいになんか飾られたりしてる。そう、これの新芽がね、食べれるの、湯がいたら。で、湯がいて。いただきます。上に上がったら。美味しいです。なんかおすすめ PR してる。とぐろ巻いて朝。とぐろ巻いて超びっくりした。近づいてよく見たらハブだった。台湾語。よかったと思ったよね。どこから入ったのかわかんないんだけど。そう怖いよねこの。でもそう梅雨の時期とかいるからさ。沖縄そばねすごい好きだからねよく
前は食べに行ってたんだけど、最近はして家で簡単に食べております。でも木がちょっと苦いお好みで。いただきます。ありがとうございます。お湯、この生よもぎをいっぱい入れてお召し上がりください。